今日は韓国と日本に架かる2つの特別な跳ね上げ橋、つまり可動橋の物語をご紹介します。韓国のプサンでは毎週土曜日の午後2時から15分間だけ現代の街並みの中に異次元の光景が現れます。アジア最高峰の技術を誇り、都市の象徴として生まれた巨大な跳ね橋である四道大橋です。しかしその裏には日韓の運命を分けた驚くべきドラマが隠されています。なぜ韓国の可動橋は今も現役で動き続け、日本の可動橋は二度と目覚めることなく眠りについているのか。息を飲むようなドローン映像とともに、今日はその数奇な物語を紐解いていきましょう。1、可動橋の誕生と激動の歴史。舞台となるのはプサンの南港に悠然と架かる四道大橋です。チャガルチやナムポドンのすぐ近く。1934年、陸地と島をつなぐ韓国初の連立橋として誕生したこの橋は、大型船が通るたびに足が跳ね上がり、東洋最大規模の可動橋としてアジアで一番の名物となりました。しかし、この華やかな景観の裏には、近代アジアの激動の歴史が深く刻まれています。1950年、朝鮮戦争。瞬く間に戦火に包まれた半島において、奇跡的に戦場とならなかったプサンには、全国から100万人を超える避難民が命からがら押し寄せました。土地勘も連絡手段もありません。今のようにスマホもない時代です。生き別れになる瀬戸際。人々が交わした唯一の合言葉が、あの橋が持ち上がる四道大橋で会おうでした。プサンの地理は何も知らなくても、東洋一の跳ね橋の名だけは誰もが知っていたからです。毎日生きるために港の仕事へ通う人々が、いつか家族とすれ違えるかもしれないと願いをかけた場所。橋の手すりには家族の消息を求める無数の手紙が貼られ、たもとには祈るような思いで人々が列をなす占い師の路地が広がっていきました。当時はおびただしい数の占い師が店を出していました。なぜ占いなのでしょうか。それは占いに救いを求める人々の需要があったからです。さらには大勢の人が占い師に悩みを打ち明けるため、占い師に情報が集まり、現代でいうデータセンターのようになり、有益な情報もあったと見られています。ここはただの交通路ではなく、引き裂かれた家族が再会を夢見た約束の聖地だったのです。2、東京勝鬨橋との対比。実は日本の東京隅田川にも1940年に同じように国威をかけて作られた双子の兄弟のような巨大な跳ね橋があります。その名は勝鬨橋です。しかし高度経済成長期の交通渋滞や時代の波に押され、東京の勝鬨橋は1970年を最後にその足は完全に下ろされたまま、今も眠り続けています。ここプサンの四道大橋もまた同じ運命をたどるはずでした。都市の近代化、そして橋に水道管を通すために1966年に可動橋は止められました。その後は47年間長い沈黙をしていました。3、土曜14時の開門イベント。しかしプサンの人々はこの橋を眠らせたままにはしなかったのです。なぜならこの橋はただの鉄の塊ではなく、100万人の避難民の涙と切実な願いを受け止めた生きた歴史の証人そのものだったからです。2013年、可動橋を整備し、奇跡の再会を果たします。47年の眠りから覚め、今我々の目の前で再び誇らしげに空へと持ち上がる赤い橋。毎週土曜日、この15分間の大迫力のステージは単なる観光イベントではありません。
過去の深い傷跡を優しく抱きしめ、未来へと力強く歩みを進めるプサンという街の強さと愛の象徴なのです。それではその映像をご覧ください。4、エンディング。皆さんがプサンを訪れるなら、土曜日の午後2時、ぜひこの圧倒的な光景をその目で見てください。面倒な手続きも入場料もかかりません。地下鉄南浦駅を降りてすぐ目の前がその特等席。かつて東洋で一番を誇った跳ね上げ橋のダイナミックな開門と閉門を見届けた後は、すぐ近くのチャガルチ市場で海の幸を堪能したり、ビフ広場で屋台巡りを楽しめます。さらには今話題のチョンマ山展望台で美しい港町を一望するのもおすすめです。歴史の深さと現代のエネルギッシュな魅力。プサンは訪れるたびに本当に様々な表情を見せてくれる魅力的な都市です。
本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。まだの方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。